なんかいい感じの60センチ水槽が作れちゃいました。立ち上げの様子を映像で残したので、よかったら見てください。2021年6月某日、60センチ水槽を立ち上げ開始しました。年初から ADA の水槽でネイチャーアクアリウム的なシダがふわふわーんと漂う、そして赤い有形層と陰性水草の共存みたいな、そんな水槽をいつか作りたいなーって思いながら過ごしていました。ですが部屋が狭くてですね、これ以上水槽が置けないということで行動に移せませんでした。はい、本当に狭かったんですよね。機材は揃ってました。お店に行って割引の時や PayPay のポイントめっちゃ貯めて、ソイルや流木をちまちま集めていました。今回6畳の部屋をアクアリウム部屋として使って、エアコン導入もなんとね、財務省から許可が下りたので、満を持して60センチ水槽を立ち上げられるぞといったところです。こちらは ADA のキューブガーデン60センチと、一度立ち上げたら3年間はリセットしなくてもいいという栄養たっぷりのアマゾニアを使っています。この段階では特にレイアウトも決めておらず、なんとなしにソイルを鳴らしています。奥行き感のあるレイアウトを作るために手前を空間開けて奥側を高くするというのが定番です。手前は化粧砂かないうような構想を練っているところですが、ソイルを足していきます。せっかく鳴らしたのにソイルを足しちゃっています。そして再びソイルを鳴らします。なんとなく後ろ側が高くなるように鳴らしています。こんな感じで鳴らしは終わり。この時点ではレイアウトが全く決まってなかったんですよ。無計画ですが使いたい素材はありました。これがそのスタンピーウッド。最近この木の根っこ、木の幹を除いた部分ですね、ギザギザしたこのとんがってるようなスタンプウッドに非常にハマっております。かっこいいですよね。これを使ったうまいレイアウトしていきたいなとずっと思いながら買い集めてました。はい、というわけでできたレイアウトがこちら。手前に石を引き詰めてます。そして水系の奥側に流木をドカドカと置いております。ですが全くの無計画なのでレイアウトが定まりません。この時考えていたのは、流木を器にした花束を作ろう、そんな風に考えていました。そして完成したレイアウトがこちらです。かっこいい。無計画の割にはいいものができました。メインのスタンプウッド2つに小さい流木を乗せたり横に置いたりして花束のブーケのような形にしました。真ん中に水草を植えます。下段は左右ともにショートヘアグラスを植えていこうかなと思っています。かっこいい。自画自賛です。使う水草はこちら。アルアナの夕焼けの水上用、ミクロソリウムナローリーフの水上用、ショートヘアグラスの水上用とプレモスとショートヘアグラスとプレモス、全部自家栽培です。そしてこのストロギニーレペンスからのソニーです。では植栽です。まずはショートヘアグラスを植えていきます。
ずん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 植えていきます。ずん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 。はい、これで完成です。ショートヘアグラスを一面に植えることができました。プラケースに2杯分用意したんですが、かなり量を使いましたね。さて、お次はプレモスの活着をしていきます。ででーん、今回は接着剤を使います。裏、シアノアクリルレート。シアのアクリレート系の接着剤を使います。シアのアクリレートは水と反応すると白く固まります。水に溶ける有害物質が含まれていないそうなので、これを使います。100円。プレモス、やっとの思いで増やしたプレモスです。プライスレス。さあ、まずは接着剤を流木につけていきます。ちょん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 。プレモスをちょん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 。ギュッギュッ。ででん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 ででででん。プレモス終わり。お次はブッセ。これも自家栽培株です。以前作ったパルダリウム水槽で育てた水上用です。植えるのはここです。木の陰です。有形草との共存になるので、ブセはあまり光が強すぎると葉が枯れてしまったり、黒ひげゴケがつきやすくなってしまいます。ですので、できるだけ日陰に配置しています。ここにもブッセ、奥にもブッセ。ちょうど流木の上に接着剤をつけていきます。ぐちゅぐちゅ。もう一丁、ぐちゅぐちゅ。たっぷりのせます。軽く押し当ててギュッとしたらもう接着完了です。そしてこちらにも接着剤をつけていきます。ブチュー。ここには小さめのブセですね。土の中に植えるのにはなかなか難しいブセですが、接着剤を使えば一瞬で止まります。どうでしょう。これでブセとプレモスの接着剤完了しました。接着剤での活着はとっても簡単です。接着剤最高。お次はミクロソリウムナローリーフです。こちらも水上用です。ギュッと押し込んでいきます。これは接着剤を使いませんでした。適当にソイルをぶっかけます。ギュッギュギュッと。こちらもギュッ、流木の隙間に入れていきます。はい、そして完成です。こんな感じに植えることができました。完成。そして今回一番難しかったのがこちら、ニューラージパールグラス。とにかくつかないです。全然つかない。接着剤の量が足りないのか全然つきません。はい、そしてお待ちかね霧吹きタイム。シコシコシコー。
はい、というわけで完成です。植栽が終わりました。植えたのはショートヘアグラス、ブセファランドラ、そしてブレモス、ニューラージパールグラスにミクロソリウムナローリーフです。そしていつの間にか植えたアルアナの夕焼けです。これは水上用でお家で増やしました。疲れたので今夜はここまで。水入れは明日です。おやすみなさい。おはよう。さあ水入れです。今回はバケツ1杯分だけ既存の水槽から飼育水を拝借しました。こうすることでバクテリアの増殖に役立ちます。残りはすべてただの水道水です。塩素を抜いたりしていません。お水のカルキ抜きいたしません。流木のアク抜きいたしません。おーっと浮くぞ。浮く浮く。はい、ここで事件が勃発しました。アク抜きをしなかったせいで乾燥した流木が宙に浮きました。流木の上には必ず石を置きましょう。そしてアク抜きもしましょう。浮いちゃった。むちゃくちゃ浮くじゃん。いろいろな手間を省くと後からこういう痛い目に遭うので、いいアクアリストは絶対に真似しないでください。というわけで大きな石を流木の上に乗せて押し込んでいきます。なんとかこれで浮上は収まりました。この大きさで浮き上がってこないようです。しかし一度浮き上がってしまった流木の足元に大量のソイルが入り込んでしまい、レイアウトがぐちゃぐちゃです。これではせっかく組んだレイアウトも意味がないというわけで、どうしようもないです。これは一旦休憩しましょう。ブレイクタイムです。ということで一旦水をすべて抜きました。これで組み直しました。石もしっかり置きましたので水をフルまで入れていきます。この時はまだバケツリレー真っ最中でして大変でした。階段を上り下りしてこの2階にある水槽部屋までバケツを10杯ぐらい持ってきて運んで持ってきて運んで組んで持ってきて、結局水を捨ててしまったので飼育水は全く意味がなくなりました。完全な水道水 100% です。ここまで来たらお次はフィルターのセットアップです。フィルター用のステンレスパイプを設置しました。使うフィルターは決めています。 VX75 バリュー X。 このフィルターは僕がアクアリウムを始めた時から使っているフィルターです。2年が経ちますが未だに静かに回っています。動作良好です。とっても静かです。テトラバリュー X パワーフィルター75の使用の確認をします。適合水素は60センチから90センチ。流量は 50Hz、60Hz。使用する周波数で回転数が変わります。50Hz、僕が住んでいる 50Hz の地域では660リットルパーアワ
というわけでエーハイムの2213よりややパワーの強いフィルターになっています。特徴は何といってもこのバケツです。露材がたくさん入るバケツ、そして分けて入れることができますので取り出しも簡単です。さらにフィルター本体にエーハイムのダブルタップのような機構がついており、ホースを外すときに水だれがしません。とってもお気に入りのフィルターです。使う露材はエーハイムなんですけどね、エーハイムのメック、そしてエーハイムのサブストラットプロを使っています。というわけでフィルターのセットアップは完了です。露材は新しいものを入れています。水はただの水道水です。軽気抜きいたしません。床がびちょびちょです。仕方ないですね。これで完成したのでフィルターを取り付けていきます。はい、完了です。特に見どころもないのでカットしました。メインはここからです。さあ、水替えがやってきました。こちら2日後の水槽の状態です。まず流木のアクが出ています。とても水が茶色いです。さらにアマゾニアで立ち上げているので最初の水替えは必須です。すべての水を抜いていきます。結構僕はこの水を抜いて水を入れる早送りの映像が好きです。なんか見ちゃうんですよね。では完全に水が入れ替わったので全て水を入れていきます。ジャバジャバジャバ。今回完水したのはこの一度きり、 100% お水を入れ替えたのはこの1回きりです。立ち上げて2日後に 100% の水替え、5日後に 50% の水替え、そしてチヒロスドクターの設置。立ち上げて6日目に藻を食べるヤマトヌマエビやオトシンクルスなどを入れます。そして立ち上げて8日目 CO2 の添加をしました。添加量は1秒に1滴程度です。このディフューザーは拡散性が高いので1秒に1滴ぐらいでちょうどいいです。そうそう、大事な光の量なんですが1500ルーメンぐらいで立ち上げています。あまり強い光を最初に当ててしまうと水槽全体が苔だらけになりやすくなってしまいます。水草がまだ栄養吸収しますよというような状態にいっていないので、栄養吸収しっかりしてくれるまで光量を少し落として立ち上げています。こちらの映像は立ち上げて2週間になります。なんと茶苔が一切生えませんでした。行った水替えは全部でたったの2回。立ち上げて2日目の 100% 冠水と5日目の 50% 冠水以来水替えをしていません。ここでショートヘアグラスの根が少し張ってきたので余分な部分をカットしていきます。ブワーっとトリミングしていきます。ジョキ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 。後から気づいたんですがちょっと切りすぎましたね。ちょっとやりすぎました。この後3ヶ月経ってもこの部分にはショートヘアグラスが生い茂ることはありませんでした。切りすぎに注意。さて立ち上げて20日が経ちました。未だに茶色い苔が入ることはありませんでした。ガラスの面には
少し固めの苔が生えてきました。もう消化サイクルが出来上がったのでしょうか。さすがに3週間経つので、そろそろ水が立ち上がっているはずです。そしてこの石を今日はどけていきます。あ、よかった、浮かない。まずは1個成功です。では前回立ち上げの時に浮いてしまったこちらはどうかなと。まず1個。そして緊張の瞬間です。浮かない。やったー、成功です。というわけでこれで完成です。これからネオンテトラなどさまざまな生態を入れていきます。水はもう3週間経つので立ち上がったとして、これからは水草の育成をしていきます。主に水替えは週に1回 40% 程度の水替えをしていきます。 CO2 の添加は1秒に1滴程度。光の強さは2500から2000ルーメンの間で約7時間から8時間点灯させています。そんな水槽の4ヶ月後の姿がこちらです。